アルカトラズ刑務所、それは1934年から29年間アメリカに存在した世界最強のセキュリティを誇った刑務所。周りを海に囲まれた絶海の孤島であり、脱獄など到底無理だと思われていたが、なんとこの刑務所から脱獄を成し遂げた天才たちがいたんです。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。どうもヤミコです。というわけでね、今回は最強脱獄犯シリーズ。本日ご紹介する最強脱獄犯は世界最高のセキュリティレベルを誇るアルカトラズ刑務所から脱出した男たちの物語なんです。ちなみにね、皆さんね、捕まってもね、脱獄とか絶対しちゃダメですよ。そもそも捕まんないよ。逮捕逮捕長い。アメリカ史上最大の脱走とされるアルカトラズ島脱獄劇。世界最高セキュリティの刑務所から脱獄したその驚きの方法とは。監獄孤島での出会い。舞台はアメリカカリフォルニア州サンフランシスコ湾。そこに浮かぶ絶海の孤島に建設されたアルカトラズ刑務所は1934年から1963年までの29年間もの間君臨し続けていたんです。そしてザ・ロックとも呼ばれたこの場所は全世界で最も恐れられた刑務所だったんです。ここは極悪中の極悪犯罪者を世界から隔離するという唯一の目的で、世界最強の警備能力を持つ上にサメだらけの海に囲まれた孤島に刑務所は計画され、脱出は絶対に不可能とされていたんです。それを裏付けるように、この刑務所からは36人もの囚人が逃亡を試みたんですが、彼らは全員逮捕または射殺されたため、全ての脱獄劇は失敗に終わったとアメリカ当局は報告していたんです。しかし最強と言われたアルカトラズ刑務所が閉鎖されてから50年経った2013年、ある一通の奇妙な手紙が警察に届いたんです。そこに書いてあった驚愕の内容により、アルカトラズ刑務所の歴史がひっくり返ったんです。その手紙の内容は以下のようなものだったんです。私の名前はジョン・アングリンです。1962年6月に兄のクラレンスとフランク・モリスと一緒にアルカトラズから脱出しました。現在83歳で体調が芳しくありません。しかし、かろうじて生きています。これは冗談ではありません。1962年6月のある日、この3人が刑務所から脱出してサメだらけの危険な海に飛び込み、脱獄に成功したという内容が書かれていたんです。果たして彼らは最も恐ろしい刑務所からいかにして脱獄を成し遂げたというのでしょうか。そして彼らが脱獄後に送ったその後の人生とは。1930年頃、アメリカジョージア州のとある農場。ここで農家を営む一家に生まれたジョン・アングリンと兄のクラレンス・アングリンは農場の仕事を手伝いつつ、夏はミシガン州でサクランボ狩りをしたり、スイミングを楽しむなど、裕福とは言えないものの順調に成長していたんです。しかし彼らは20代になると銀行やその他多数の施設からお金を強奪するなど犯罪に手を染め、数々の強盗事件を繰り返し始めたんです。そしてその事件が発覚するたびにアングリン兄弟は逮捕され、フロリダ州刑務所、カンザス州のレブンワース連邦刑務所、アトランタ刑務所など全米の刑務所を転々としたんです。そして1960年に行き着いた収監先がアルカトラズ刑務所だったんです。しかしここで疑問なのは、殺人犯などの凶悪犯とは一線を画した強盗犯という比較的安全な彼らがなぜこの刑務所に収監されることになったのでしょうか。それは監禁生活に不満を抱いた彼らが今まで収監されてきた刑務所で幾度となく脱獄を試みようとしたからなんです。いやー、もうリアルプリズンブレイクって感じですよね。アルカトラズ刑務所には弟のジョンが最初に移送され、1960年10月21日に到着。その後兄のクラレンスが1961年1月10日に到着したんです。ついにセキュリティレベル最強のアルカトラズ刑務所にたどり着いてしまった彼らなんですが、彼らはここに来てもなお脱獄を成功させてみせようと企んでいたんです。懲りねえな。そしてジョンとクラレンスはその習慣生活の中で同じ思いでアルカトラズの脱獄を計画しているある2人の男に出会ったんです。フランク・モリスとアレン・ウエストという人物です。そしてこの出会いがこの後アルカトラズ刑務所の誇りある歴史に大きな傷跡を残すことになったんです。いや、そこでね、運命の出会いを果たした彼ら、この後ね、どんな展開が待ってると思います？そうね、周りサメだらけなんでしょ。もうサメ食べちゃうんじゃない？みんなナスでいいか一歩間違えればサメの餌食となる非常に過酷なこの環境で、彼らはある特殊な方法によって脱出を試みたんです。天才モリスの脱獄戦略。アルカトラズ刑務所の中でアングリン兄弟が出会ったフランク・モリスとアレン・ウエストという2人の人物。
彼らは一体何者なのでしょうか。フランク・モリスは孤児として育ったのですが、その頭脳は非常に賢く IQ テストで高得点を獲得していたんです。約束のネバーランドか。しかし、その反面、素行の悪さから13歳の時に初めて逮捕され、その後も麻薬所持から武装強盗まで様々な犯罪に手を染めてきたことから、アングリン兄弟のように彼はフロリダ、ジョージア、ルイジアナの刑務所を転々と過ごしていたんです。そして、ルイジアナの刑務所から脱獄した1年後にまたしても強盗を行ったため、1960年、彼はついにアルカトラズ刑務所に到着したんです。そして、そんなモリスと共にアルカトラズからの脱獄計画を練っていたのが、刑務所内で出会ったアレン・ウエストだったんです。運命のいたずらか、彼ら4人は刑務所の中で隣接する独房に収監されたんです。そんな近い環境だったために、彼らは脱獄の作戦を連日連夜練り続けることができたんです。そこで脱出計画の立案者だったモリスの指示のもと、脱獄に向けた準備は着々と進行。6ヶ月もの間、彼らは夜通しある場所を掘り続けました。それは独房の換気ダクトの開口部だったんです。その際に使用したのは刑務所の敷地内で見つけたノコギリの刃と食堂から盗んだスプーン、掃除機の部品から作ったドリルなど、服役中の彼らでも容易に得ることのできるようなものばかりだったんです。また、そうした工作を看守たちに見つからないようにするため、作業の間、モリスがアコーディオンで音楽を演奏して穴を掘る音を消し、段ボールと塗料を利用して掘った穴をカモフラージュしたんです。そんな彼らが長い時間をかけた末、独房の換気ダクトから廊下に通ずる大きさの穴を完成させたんです。しかし、モリスたちはこの穴を独房から抜けるためだけに作ったわけではありませんでした。彼らは抜けた先から建物の最上部に登ったところに脱獄に必要な道具を準備する空間を作ったんです。ここからさらに彼らは看守の目を欺く独創的な方法を思いついたんです。果たしてその独創的なある方法とは。いや、場所取るためだけにトンネル掘るってすごい時間かかってるわ、これ。いやね、この時間をかけて脱獄をするための道具を集めていた彼らなんですが、一体何を集めていたのでしょうか。気になる。忘れられた存在。脱獄当日、看守の目を欺くために思いついた独創的な方法。それはダミーの自分たちを作ることだったんです。彼らは刑務所の最上部にて連日連夜石鹸とトイレットペーパーを混ぜ合わせて人間の肩の張り子を作り、ダミーの人間の頭部を作ったんです。その頭にはきちんとした塗装や髪の毛が利用されており、よりリアルに見えるような工夫がなされていたんです。そして寝床の毛布の下にタオルと衣類を詰めて、それを枕元に置くと寝床はまるで本人たちが眠っているかのように見える仕掛けとなったんです。また彼らが独房から掘っていた穴はさらに長さを増して、とうとう外への脱出が可能な廊下につながったんです。そして脱獄当日、彼らは計画を実行に移します。まずダミーの人形を寝床に仕込んだモリスたち、そのまま掘ったトンネルを通って脱獄と思いきや、なんと仲間の一人ウエストの腰回りがその通路の途中で詰まってしまったため、他の3人は彼を見捨てることにしたんです。そう、ウエストは自分のウエストが詰まってしまい逃げ切れなかったんです。ウエストが非常な判断にも感じるんですが、この行動の裏には同じくアルカトラズ刑務所で服役中だったホワイティ・バルガーという男の助言が絡んでいたんです。後日談によると、バルガーはアルカトラズ刑務所での服役中にアングリン兄弟に会った際に脱出について、もしお前らが脱走した時、仲間との関係は全て切る必要がある。これは俺が犯した罪から学んだ知恵だ。とアドバイスをしたというのです。つまり、このバルガーのアドバイスに基づいて彼らはウエストを見捨てたんです。ウエストが詰まったウエストを見捨てた3人はそのまま刑務所の屋根に登り、2つの有刺鉄線のフェンスを乗り越え、事前に作成していたイカダを膨らませたんです。このイカダは50枚以上のレインコートと救命具を使用して作成されたゴム製のイカダだったため、荒波にも耐える頑丈なものだったんです。さらに彼らは廃材からパドルも作り、刑務所から脱出した後の海を渡る対策にも万全な備えをしていたんです。そして彼らはこのイカダを使い、夜の海へと消えていったんです。その後、残されたウエストが捜査に協力したりなど、彼らの行方を追う捜査は17年間も続けられました。しかし、彼らの足取りをつかむことはできず、1979年12月31日、この脱獄事件の捜査は打ち切られてしまったんです。捜査の結論としては、アングリン兄弟とモーリスはおそらく島に到着しようとしたんですが、冷たく凍った水によって死んだのだろうと推測されたんです。そう、彼らは記録上ここで死亡したことになったんです。そして長い年月を経た後に2013年警察に届いたジョンからの手紙により、これまでお話ししたような事件の詳細が明らかになったんです。手紙の中のジョンはさらに次のようなことを述べました。もしあなたがテレビで報道してくれるなら、私は1年だけ刑務所に戻ることを約束します。そしてその後は治療を受けさせてほしい。この約束を果たしてくれたら、今私がどこにいるか正確な情報を伝えます。
彼はさらに、モリスは2008年に亡くなり、クラレンスは2011年に亡くなったと付け加えていたんです。死んだと考えられていた脱獄犯から届いた奇妙な手紙によって、アルカトラズ刑務所のリアルプリズンブレイクが明らかになったのは、ちょっと不謹慎ですけど、面白いっすよね。チャンネル登録と高評価よろしくね。